えーっと、10年、9年ほど前に出たデビルマンパーフェクトブックに出てくる、精神科医の名越康文さん。この方は相対的に正しいことを言ってたんですが、最近関西圏のマスメディアのズブズブの人なんで、言ってることがあまり香港さんと変わらなくなってきてしまっていると。で、それはなぜかというと、結局のところマルクス主義に対する総括がないんですね。だから保守的と言われるもの相対と同じで、そのマルクス主義に対する幻想を持っているために、今の自民党が過剰に共産党を恐れるように、よく分かってない。そもそもマルクス主義のっていうもの自体が。だから幻想の左翼、幻想のドンキホーテとしてのその幻想のリベラルや左翼を叩いていればいいというふうな、お化けですね。お化けに対する妄想にとらわれている一部になってしまっていると。でそれはなんか単純な理由で単にマルクスを通過してないから、批判もできないんですね。まあそれはいいんですが、その名越さんが9年前のデビルマンパーフェクトブックで書いているララの分析。アイデンティティを持てないうつろな自我の女の子。魔術でメイクをした偽りの顔、簡単に崩れてしまう薄皮一枚の美に寄りかかってしか生きていけない女性です。だから必要にアピールし続けて他人から美しいよとレスポンスしてもらうことが彼女にとって非常に大事なんです。それ以外によるべがないからこそ絶えずそうした確認作業が必要なんです。一方でララは自分は明らに愛されているという強い確信を持っている。でもこれは実は自分は愛されていない、馬鹿にされているだけかもという不安に裏打ちされた凶悪的な思い込みです。好きになった相手と一緒にいないと不安で仕方がないといった病的な恋愛依存と似ています。さらに確固としたアイデンティティを持たないために生きている実感が非常に薄い。最後にララは思い出をありがとうと言って死んでいきましたが、そのうつろで儚い彼女の実存を考えると胸打たれるものがありますよね。ということなんですが、こういう、その、よるべがないから他人にアピールし続けるしかないと。それは結局、現代において相当、あの、の人間に言えることだっていうふうな感じがあるので、これはララだけというふうには言えない。あともう一つはアイデンティティ、だからよく言われるね、我々はみんな明日のジョーだったとか、あと何でしたっけ、我々はみんな、いろんなアーティストの名前とか言いますよね。なんだっけな。そういうふうな感じで我々はみんな幼獣ララだとかも言えるふうになってしまうわけで、確固としたアイデンティティを持てないために生きている実感が非常に薄い。で、最後にララは思い出をありがとうと言って死んでいきましたが、そのうつろで儚い彼女の実存を考えると胸を打たれるものがありますよねって言い方になると、ただこれはアイデンティティを持てるか持てないか。で、ここでどういう分析を出してくるかということになるわけですけど、まあこれはいろんな言い方ができますね。そもそもララはだから、えーっと、もともと出てくる予定じゃなかった。初めから死ぬ予定で出てくるからとか、あとこの分析がだから、ミキとか、いろんなキャラクター分析と全体と比較したときに、全体としてミキとか、いろいろなキャラクターの有働明とか全体の分析をどういうふうに考えるかっていう感じで、それで、そこの位置づけが必要になってくるので、デビルマン世界全体の中で、位置づけしなきゃなんないと。で、そうなってくると、また難しい問題になってくるんですが、さっきの名越さんに対する批判と同時に、名越さんのこの分析をすべて一応見てみなきゃならないと。で、そこら辺でちょっと、別の展開が出てくるかなって気がするので、まあ、それはなんか次回